トイレの壁をカッターでリニューアル DIY してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2020年5月、廊下の壁にプリント合板を貼って DIY しました。3.5 メートルの短い廊下です。木製幅木も変えましたが、床は既存です。天井も張り替えました。壁と天井の目地を合わせています。使用パネルや目地材は説明欄をご覧ください。今回はその余剰材でトイレを改修してみます。計画。トイレの平面図です。パネルを貼るために割り付け図を作図しました。パネル割り付け図です。実測して左右の目地寸法を同じにします。各面にはドアや窓、スイッチ、コンセント、換気扇、通気口があります。パネルの小口を隠すため、上下左右に 4mm の木目ジョイナーをつけます。パネルの切断面です。材料を有効に使うため計画します。パネル断面です。 606×2430×8T で101ピッチで 3mm 目地が入っています。使用パネルです。 1820L のタイプでは横一線に継ぎ目が入るので、このタイプにしました。この計画で作業を進めます。作業開始。木目ジョイナーコヨンです。定着1000と1820ですが、後者を購入しました。これで小口切断面を隠します。この面裏側は 11mm 幅です。厚みは 6.7mm、 内のりは 4mm、 折り返しは 6mm です。ボード厚 3.8mm に対して内のり 4mm ですからぴったりです。このようにボードを差し込んで小口を隠します。ジョイナーの裏に両面テープを貼ってあらかじめ壁に固定します。これからステ板を下に敷いてボードを切断します。出した炭に定規を当ててずれないようにカッターで切ります。はじめは優しく、線が予定通り入ったら強く切っていきます。縦方向は最初から強く切ると刃先が木目に持っていかれるので注意です。4、5回切ったら定規を外しても大丈夫です。切れました。壁は白のビニールクロスで換気扇などいろいろついています。はじめは便器の背壁です。説明書を見てパイプとタンクを外します。両側の目地を合わせて給水パイプの穴を開け貼り付けます。換気扇は採寸開口して下部の目地に合わせて貼ります。3.8 ミリなので穴開けは簡単。
既存壁状に接着剤とカラーネイルを使います。下を整理するため突っ張り棒とポリカを使って上部に棚を作ります。中央には大きいL金具にステインメープル塗装した木を取り付けています。こちら側西面はこのようになりました。すべての端部には小口隠しに木目ジョイナーを貼り付けています。それを上下とコーナー窓枠に回しています。コーナーの交点は立体的に収まるようにうまく切って加工しています。すべてコーナーで囲ってもパネルをしならせて差し込むので問題ありません。パネルの継ぎ目は3ミリになるよう気をつけて貼り付けます。主として目地にカラーネイルを打っています。目地のない端部は色合わせしたネイルを使っています。これでこの面東面のパネルを貼る準備ができました。地を見つけるために市販の長いピンを打っています。地のあるところはそこで止まりますが、ないところは全部入ります。このように地のラインを見つけたら墨を出して釘を打ちます。これから端部をジョイナーに入れます。入りました。こんな感じです。うまくドア枠の隙間に収まりました。接着剤を塗って釘を打ち終えました。コーナーの収まりを確認して残り左側の寸法を測定します。私は上中下の3箇所測り、その寸法でカットしました。目地に打ち込んだ釘です。北面です。これからパネルを突き合わせます。左側に先付けしたパネルにはコンセントの開口が見えます。合わせました。上下にジョイナーがあるのでレールの役割をしています。突き合わせ部は目地が 1.5 ミリついているので合わせて3ミリになります。通気口です。100ファイの穴をカッターで隅に沿って開けました。リス止めしてカバーをかけて終わりです。終わりました。プリントネイル 25mm クリームです。目地以外の木目部分に使います。プリントネイル 25mm ブラウンです。目地の部分に使います。釘締めです。釘打ちの最後に使います。分かりづらいですが先端が細いので 3mm 目地にも入ります。
完成。完成しました。北面です。木目プリント合板ですが、表面は傷がつきにくいです。西面です。南面です。東面です。内窓は以前ポリカで DIY したものです。リモコンや給水口等の穴開けは 3.8 ミリ厚なので簡単に加工できます。今回これも追加しました。小物を置くには便利だと思います。数回に分けて行いましたが、作業時間は約1日8時間ほどで終わりました。パネルは6枚使いました。切断、加工は主にカッターです。簡単なのであなたもやってみませんか？今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。